木村家のヒデです。さて今日は久々にこの場所で撮影してます。いやなんか本当に久しぶりですねはい、というわけで今日紹介するものは外で乗る乗り物になります。なのでね、後から実際に乗ってみた動画も出そうと思いますので、最後までぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで今日紹介するのがバンムーフの X2 というね電動自転車になります。でこの電動自転車何がすごいかっていうと、やっぱり走りの部分なんですよね。電動自転車って聞くと多分皆さん思い浮かべるのは電動アシスト自転車。お子さんいるお母さんがこう前のね後ろにこう座席をつけてあってで送り迎えをするあの電動自転車を思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけど、このねバンムーフの X2 は電動アシスト自転車ではないんですよ。かといって最近流行ってる e バイクっていう電動でこう走るバイク、あるいは電動自転車でもフルオートで電気だけで漕がなくても走るよっていうナンバーが必要なタイプの電動自転車、これとも違うんですね。この X2 はあくまで自転車なんですけど、走りがねものすごく快適っていう、この e バイクの楽なところ、スピード感があるところと自転車のこの手軽さが合体したみたいな、まさに理想的な乗り物なんですよね。で僕も実際に何回かもう乗ってるんですけど、まずね加速がすごく速いんですね。何が違うかって言ったら、もう一漕ぎ目のペダルですぐ分かるんですけど、こうグンとこう出る感じがあって、日本の法令だと一応24キロまで電動のアシストが働いて、そこでオフになるっていう設定じゃないとまずいらしいんですけど、その24キロまで達する時間がすごく速いっていう印象ですね。まあこうやって言われてもなかなか分かりづらいと思うんで、この後早速お見せしたいと思います。その前になんですけど、簡単に原付と自転車の規制の違いっていうのをまとめておいたんですけど、こんな感じですね。でこの中でナンバーの取り付け義務とかヘルメットの着用義務、バックミラーの取り付け義務とかっていうのはすぐね、ああそれはそうだよなって分かると思うんですけど、それ以外に前照と、前のライトですね、前についてるライトの取り付け義務っていうのが実は実際自転車はないんですよ。ないんですけど、点灯義務があるんですね。つまり、前向きのライトがついていれば自転車は乗っていいと。なので自転車自体にライトをつけなくてもヘルメットとかにライトがついていれば乗れるっていうところが、原付とちょっと違う点ですね。で保険なんですけど、保険も自治体によってこの4月から義務化になったところがあるんじゃないかなと思います。東京は確か義務化になってると思うんですけど、自転車の場合は入らなくても特に罰則とかはないんですけど、入っておいた方がいいよっていうことですね。ちなみに自転車の事故で1億円以下、9000万円とか8000万円とか、相手のその怪我の具合によって賠償してくださいっていう風な判決がいくつも出ているので、こういう義務化の流れになったっていうことですね。であとびっくりするのは制限速度なんですけど、原付っていうのは 50cc 以下だと30キロ、それ以上だと60キロっていう制限があります。なんですが自転車の場合は自動車の制限速度の標識、これを守ればいいと。なので極端な話、普通の60キロ道路だったら原付が30キロで走ってるところを自転車が50キロで追い抜いても違反ではないっていう風な現状のルールになっています。こういったルールっていうのは結構変わっていくと思うので、今後ね特に自転車事故とかロードバイクの普及とかもあって多くなっているので、厳しくなっていくんじゃないかなとは予測されるんですけど、今のところはねこんな違いがあります。この表を見てもらっても明らかに原付よりも自転車の方が手軽だっていうことが分かると思うんですけど、それ以外にも原付はこう乗り入れてはダメだよっていうところなのに、自転車は普通にこう乗って入れたりだとかっていう風な手軽さもあると思うので、僕はね断然これから厳罰化とかルールが厳しくなっていくことを見越しても自転車で快適に移動できるっていうのが最強なんじゃないかなって思うんですよ。タイミング的に今外出ができないんで、控えてるんですけど、走りだけどんなものなのか、人と会わないように、距離を保ちながら気をつけながら家の外を、回ってで戻っていきたいなと思います。それでは走りもご覧ください。はい、じゃあね実際乗っていこうと思います。ちゃんとマスクもして、で
結構スピードが出るんでね、本当はヘルメットとかもかぶった方がいいのかなと思います。僕は今日はちょっとだけなんでね、このまま試していきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。今0キロですね。ここから、走ります。あそこの信号が青になったら行こうかな。はい、じゃあ出発します。今ね、ギアが2速に入りましたね。このギアも自動で変わっていくんですよ。なのでかなりもう漕ぐことしか意識しないっていう感覚で乗れますね。でもね、2速に入ったら全くそのまま一定のスピードなんですよね。なんでこれで今もう24キロで走れてるんじゃないかなと思います。すごく速いですね。でこう今ちょっと上り坂なんですけど、全然足が重くなる感覚もなくね、どんどん上っていきますね。ちょっとじゃあここでターボボタンを試してみたいと思います。バンムース左右に1個ずつボタンがあるんですけど、左側はこういう警笛音が鳴ります。で右側はこの0から行く時に押すとこんな感じでグーンと一気に加速がつくということで、割とね信号待ちでたくさん人がいる時なんかにぐちゃぐちゃぐちゃってこうなるの危ないじゃないですか。そういう時にスッとこう前に出れるのはいいかもしれないですね。ただなんかあんまり乱暴に使うと揉めそうなんで、そのあたりはねなんか煽り運転とかに使わないでほしいんですけど、ターボボタン使うと通常ああやって走り出しはグーンって出るんですけど、走ってる最中も押すとこんな感じで結構加速します。これは、漕いでる力の 20% 増しでアシストしてくれるので、走ってる最中のちょっとした追い越しにも使えますね。ただ繰り返しますけど揉めないようにしてください。あとやっぱり気をつけなきゃいけないのは、かなりねやっぱりスピードにすぐ乗ります。でスピードに乗るんであんまりスピード感がないんですけど、24キロ出てると右側のブレーキだけで急ブレーキをかけると間違いなく吹っ飛びます。なので基本的には両方のブレーキをかけると思ってほしいんですけど、自転車にね昔から乗っていて右側だけかける癖がついちゃってる人もいると思うんで、そういう時はね、右側をブレーキから外して左だけまずかけるように練習をするとか、そういったのは必要かもしれませんね。結構ね僕も最初乗り始めに怖い思いをしたことがあるんで、スピードが出る分ブレーキは注意が必要かもしれないですね。はい、じゃあこの辺でちょっと逆側に移ろうと思います。ちょっとこの辺ね僕の知識不足で今みたいに歩道に乗っていいのかどうかっていうのがちょっとわからないんですよ。なのでもし間違ってたら皆さんコメントで
注意してください。結構自転車の運転から遠ざかっていて、そこからなんだろうな、ルールが結構変わってるんですよね。なのでこれからね、新しくまたロードバイク買ったり、こういう電動自転車買ったりして自転車再デビューする方はね、ぜひ新しい交通ルールね、よく調べて、僕もこれから調べて乗るようにするので、調べて乗ってみてください。この戻るところもちょっとこう坂になってるんですけど、こういうとこはターボボタンがいいですね。こんな感じでかなり足の負担がなくトップスピードに乗れます。はい、もうここトップスピードですね。すごいですよね。やっぱり24キロまでの到達する速さが全然違うんですよ。だから走ることに特化してるっていうのはこういうことですね。だいたい日本の自転車は、前のギアで、このギアですね、ここいでる場所にアシストのモーターがついてるんで、どっちかっていうと後ろのねタイヤを回してくれるっていうイメージで、あとアシストがかかるタイミングも坂にこう差し掛かった時、ペダルの漕ぎが遅くなった時みたいなアシストの仕方なんですけど、バンムーフのこの X2 もそうだし S2 っていうもうちょっとロードバイク型のもあるんですけど、それに関しては前のね車輪にモーターがついていて、前でこうぐんぐんアシストしてくれるっていうのと、あとはどっちかというと24キロに到達するその時間を短くするみたいな形で早く移動するっていうことを考えて作られているので、その点がねやっぱり日本の電動自転車とすごく違うところですね。で、さっき言った S2 っていうのはロードバイク型なんですけど、かなりね身長が高めの人用のものなのかなというふうに思います。割とねやっぱり僕もまたいでみたんですけど、僕ちょっと小柄なんでね168センチなんで、ちょっとねあんまり参考にならないのかもしれないんですけど、僕がこの X2 の大きさでギリギリですね。ちょっとつま先立ちになるぐらいかな、一番サドルを下げて。S2 の方はねもうサドルが下がらないんで、かなりもう175センチ以上ないと厳しいのかなっていう風な高さです。S2 と X2 の違いはそのサドルの高さしかないんで、サドルの高さを変えられるようにするためにこうフレームのデザインがね違っていて、でこの X シリーズっていうのはもともと東京をね想定して日本人を想定してるんで、フレームを X にデザインしてねちょっと小さめに作ってある自転車なんですね。なので、名前もね X っていう風についてるんですけど、ちょっとね女性の人が乗るには X シリーズでも高いのかなっていうイメージはあります。僕の妻が乗ってみたところ、サドルから降りればね足はつかないことはなかったんで、うちの妻結構小柄なんでね乗れないことはないと思うんですけど、サドル高いなって思うんじゃないかなと思います。でもね本当こういうコロナの最中、あんまりこうやってね誰にも会わないとはいえ外に出ない方がいいとは思うんですけど、僕の場合ある程度こう製品のレビューとかも記事とかと連動してこうやらなきゃいけない関係で、本当に細心の注意を払いながら、外の運転をしてるっていうところですね。はい、こんな感じで、バンムーフの X2 なんですけど、かなりね走れる電動自転車です。走ることに特化してるんで、都市部だとね特に軽自動車とか買うよりは、こういうね e バイクを買って移動する方が割とねいろいろやりやすいのかなと思います。僕なんか特に、自動車持ってなくて、だいたいカーシェアで移動するんで、特にねチャイルドシートの付け外しとかがねかなり面倒なんですね。ただこういう e バイクと、これにチャイルドシートをつけて、で子供と一緒に移動をして、でスーパーの配送サービスとかを使えばねかなりね便利に買い物とかもできるんじゃないかなと思うんで、さっきも言ったようにねコロナの収束後になるとは思うんですが、活用していけたらなと思ってます。皆さんはどう思いますかね。
こんな e バイクで移動する生活僕はないなとか、私的にありだなとか、いろいろあると思うんで、何かあればぜひコメント欄までよろしくお願いします。そんな感じで僕のチャンネルではこういうねちょっと見たことないものだとか、あとは、趣味のキャンプだとか料理だとか、そういったことを配信してます。ぜひチャンネル登録してください。でサブチャンではねもっと自由にやってるんでサブチャンも良ければ登録してください。あと Twitter では、先行してこういうガジェットとか、あとはこういうものについて書いた記事とかも書きましたっていうのを配信しているので、よければそちらもフォローしてください。それでは皆さん次の動画でまたお会いしましょう。ヒデでした。バイバイ。